ではそろそろ今日の本題ですね。今ジャパニーズウイスキーって言われてる、クラフトから、含めると大体今で日本で80から90のウイスキーの蒸留所ができてきて、昔はもう本当に5本の指ぐらいで数えられるぐらいだったのが、この10年間でそれだけ多くの蒸留所ができてきて、ジャパニーズウイスキーに対しても世界中のウイスキーファンたちが興味を持ってるっていう状態なんですけど、このウイスキー業界を牽引されてきたお二人の中で、今のジャパニーズウイスキーの、これから先どう変わっていくのかとか、目指してほしいものっていうのがもし何かあれば教えていただきたいなと思うんですけど、利光さんとかはどうですか？日本のウイスキー市場ってものすごく極端なね、市場の変化したじゃないですか。で、私たち日本のウイスキーメーカーっていうのはもっぱら国内市場向けにっていうか、日本のお客さんに対してウイスキーを作ってきたと。それは結果的にはこの大きな市場の変化でもって非常にもう生産から何から大きな影響を受けてしまってるわけです。で、はい、今が原酒がないというような、はい、そういう話になってるんですけど、このビジネスっていうのは本来は一つのマーケットだけで成立するものじゃなくて、もうグローバルにウイスキーをいろんな市場を持つことでもって安定して原酒の製造ができたりとか、品質もさらに安定化していくっていう、本来そういうビジネスだと思うんです。はい、実際ブレンダーとして仕事をしてみて、さらにその思いを強くしたというか、そういう意味ではやっぱりグローバルを意識したというか、ウイスキー作りっていうのは絶対必要なんだろうなと。今のその若い生産者っていうか、若いブレンダーの方とかはもうやっぱりもう今世界をちゃんと見据えて作ってるんだろうっていう。見据えてというか、要するに2006年7年ぐらいで市場どん底になって、はい、で今度はそこから日本のウイスキーが海外のコンペでいろんな賞をたくさん取ったりして注目度が集まって、世界から逆にジャパニーズウイスキー飲みたいとか、どこで売ってるんだとか全然ないぞみたいな話で注目が集まって、そういう状況になってから新しいメーカーがどんどん参入するから、だからもう引きのある状態でもって要するにウイスキー作りが始まってる。イチローさんのとこだけちょっと別でしょうね。でも今確かに世界的にウイスキーブームっていう、これは本当にブームって呼んでいいのか、私もまだ答えが出てないんですけど、じゃあ今僕たちが感じてるこのブームっていうのはこれから先何年も続くものなのか、もしかしたら一過性のものとしてもうみんなあんなウイスキーって言ってたのにっていうことになるっていうことはないんですかね、こればっかりは分からないですよね。そうね。スコッチウイスキーも昔から大体10年サイクルで消費が増えて減ってっていうのを繰り返してたんですよね。はい、で、日本のウイスキーと違ってスコッチは昔から世界、自国での消費より輸出量が圧倒的に多い状態でも、これがあるわけですよ。例えばホワイトレボリューションが起きて白物ばっかり飲むようになって、茶色いウイスキーはどんどん落ちるとか、そういうのを繰り返して、今回はその10年サイクルが終わってからずっと伸びてるんですよね。その10年を経ったら落ちるんではなくて、まだまだ伸びてる。じゃあどこまで行くんだろう、ってなると、こればっかりはね、わかんないですね。もう消費者の方がなんかウイスキー飽きちゃって、なんかこっちの方が美味しそうってなったらゴロゴロゴロっとなっちゃうかもしれないし。っていうことで、このウイスキーブームがやっぱり終わるかもしれないっていう不安はやっぱり持っといた方がいい。いいと思います。でも今これだけこの5年だけを見てもそうなんですけど、
ウイスキー業界にどんどん参入してこられて、でも僕はいつもウイスキー作りとかってどういう仕事なんですかねって言ってお客様に聞かれた時に、北山の一本好きを植えるようなことだと思いますよって言って僕は答えるんですね。で、それは何かって言ったら、今日植えた苗はあなたが生きてるうちに大きくなるなんてことを考えずに、子供の代、孫の代に僕のおじいちゃんはすごいことをやったなって思うような、時間をかけて作るのがウイスキーなのに、今この5年間に出来上がったウイスキーの蒸留所って、あと5年後にウイスキーのブームが終わってしまったら、あれ？僕たちこんな何億もかけて作ったのに全然売れないんだけどっていう時代が来た時に、彼らのこうなんですかね、熱い思いっていうのは続くのかなっていう心配がやっぱりすごくあるんですね。まあ長期的に考えたら本当にね、もうわからないとしか言いようがないんですけど、でも今中国にどんどん大きな蒸留所ができてるとか、インドもすごくいいウイスキーをどんどん飲むようになってるとか、それ以外の国、多分アフリカとかこれからどんどん市場が伸びていくだろうってところがいっぱいあるから、そういう意味で世界で見たらそんなに急にこのウイスキーの消費が減るというふうには思えないんですけど、むしろ僕の心配なのは今世界的に見たらアルコールの摂取を減らしていきましょうとか、モデレーションとか、そっちの動きの方が多分強くなっていって、もうタバコをやめようっていう運動が一回終わったら、次は酒。今酒に来てますから。そうですよね。1919年の時の禁酒法みたいな形で、ある女性団体がもう本当に、もう酒はやっぱりやめた方がいいんじゃないって言って言い出したら、それが世界的にわーっていきなり広がるかもわかんないって。じゃあ、その時に、昔の禁酒令の時も何だったかって言ったら、禁酒として言われたのは、ウイスキーとかブランデーとかアルコール度数の高いものだけだったのが、もう、区別がつかないからビールもワインもやめちゃおうってなったんですけど、最終的にあれが出来上がった当時っていうのは、ビールとワインは飲んでいいよっていうことだったんですね。それが、区別がつかないから全部やめようってなったっていう愚策だったんですけど、今度また同じような運動が起こった時に、まず、止められるのはアルコール度数20度以上のものはもうダメですとかっていう風になっていったら、じゃあ、ウイスキー業界ではラム、テキーラ、ジン、ウォッカって全部ダメになってしまって、っていう時代が訪れるかもしれないっていう、本当に不安があるんで、僕どっちかちょっとアルコールのトータルの摂取量が減っていくっていうか、たくさん飲むんじゃなくていいものを楽しむっていう風に移っていくんじゃないのかな。だから逆にウイスキーみたいな時間をかけてしっかり熟成させたこういう酒こそお酒の価値っていうか、上がっていってと、本当にいいウイスキーがじっくり楽しんで飲んでもらえる、そういうふうにこれは希望も含めてやってるんじゃないかなっていう思いなんです。だから佐久間さんがさっきおっしゃってたみたいに10年ごとに周期があって、売れる時売れない時って、この10年の周期っていうのはウイスキーの熟成にはちょうど良かったのかもわかんないですね。かもしれないですね。10年売れなかったらまた樽が溜まっていって、売れ出して樽がなくなってのその綺麗な10年周期っていうのを作ってればよかったのに、それがどんどん売れ続けてしまって、需要と供給のバランスが合わなくなってしまって、で売れるからって言って出してしまったら何にもなくなってしまってってで、僕の今の新しいジャパニーズウイスキーの一つの流れで、すごい不安に思ってるのは、ニュースピリッツって言われてる出来たてのものを3年経たなくても日本の法律だったら出してもいいっていう、スコットランドだと最低3年間は寝かさないとウイスキーとして認めてもらえないものがニューボーンとかニュースピリッツみたいな形で出してもいいっていうことで、その生まれたてのものを皆さん売られるじゃないですか。それを我慢して
もう少し、5年後、10年後のために残しとけばいいのになって思うんですけど、それに関してはやっぱりどうなんですかね。生きるために背に腹は変えられないっていうか、そのニュースピリッツを売ることによって、これからのランニングコストを稼いでいかなきゃいけないっていう考え方もやっぱりあるのかなとは思うんですけど。まあ、そうですね。私は全てあれは悪だとは思いません。あれは、そう、売ってもいい。売ってもいいんじゃ、まあもちろんスコッチでもニューメイク売ってるとこありますから、もちろんスコッチウイスキーとしては売れませんけれども、まあそれは全てがウイスキーとも言えないような代物を売るなんてどうなのっていう考え方もあると思うんですけど、まあそれはそれで別にそういうことも別に OK だと思うんですよ。でも、私たちバーテンダーからすると、これはその売ってる人に対する悪口じゃないんですよ。悪口じゃないんですけど、でも出来たてのウイスキーを、これ1本5000円は高いんじゃないのって僕は思ってしまったりするんです、ね。値付けの問題とかね、そういうのはちょっと別問題として、まあ出すこと自体が全て悪いことかというとそうではないと思います。まあそういうこともあっても、もちろんだからその味と値段を見比べて買う人がいれば、まあ、商品として成立するので、それでいいんじゃないのと思います。だから今はそういう商品の希少さと、まあ、ウイスキーに一つの流れがあるってことも含めて、数量が少ないから受けてる部分も僕はあると思ってっていうか、あれがドンと出て、それであの価格で売れるとはとても思えないですね。まあ、限定何本っていう形だから、物珍しさも、まあ言ったらずっと追いかけるアイドルみたいな形で、毎年そのニューメイクを買っていくっていうのも一つの、まあ、ウイスキーファンの楽しみでもあるっていう考え方で。いや、私なんかは現象は最近は、要はこれは一種のクラウドファンディングなんだと。そういう若い酒に対してこの蒸留所を支援してやるってちょっと高いけど、いいよ。まあそんな感じでいいんじゃないですかね、別に。頑張ってくれよね。でも、今のそのクラウドファンディングっていうのは私をすごい納得させます。この蒸留所を潰さないために、私たちがそれを買ってるんだっていう。そうですね。確かにそういう考え方をすれば、今のもそのニューメイクであったりっていうのも、ありって言えばありです。でも、お二人の会社は得られないですよね。うちは、昔工場見学者向けにちょっと売ってたことがそういう時期もあったんですけど、まあやめちゃいましたね。もうやめてしまう。もうそれよりも、そうストックを貯めた方がいい。まあというより、まあそんな莫大に売れるわけじゃなくって、まあこんなものですよということで売ってたんですけども、まあでもウイスキーにもなってないものを売るのはどうなんだろうっていう話になった時に、やっぱちゃんとウイスキーとしてできたものしか売らないようにしようと決めただけのことですね。いや、山崎や白州にしても有料シーンの場でもっていわゆるニューメイク、ニューポットを1杯100円でテイスティングできるようになってる。確かにありますね。だからニューメイクってのはこんなもんだということを知ってもらう。それに対して、やっぱり熟成ってすごいねって思ってもらうための、あれはそういう。そんな意味ですよ。熟成とニューメイクの違い、この12年っていう時間が、どれだけウイスキーに影響を与えたかっていう。それを知ってもらうっていう意味では、別にいいとは思うんです。そうなんですね。で、私たち、売る立場の人間っていうのは、出来上がった作品としての12年、出来上がった作品としての15年っていうのしか口にしないんですけど、お二人は、その生まれたての、そのニューメイクのものっていうのを口にされたときに、このお酒がどういうふうに熟成をしていって、どういうふうな姿でお嫁に行くんだろうっていうのは、ある程度イメージはできるものなんですか？ある程度です。それはある程度。それは、その樽っていう環境の中でどういうふうに変わっていくんだろうっていう期待値の中っていうか。その樽を貯蔵庫の、どこの貯蔵庫のどの辺に置くかでもっても全然変わってくるわけだから、
経験上この酒をこういう樽に詰めて何年間置けばこんなになるよねっていう程度までは分かるんです。でも実際は蓋を開けてみないと、本当にその通りになってるかって絶対分からないので、ある程度これぐらいの範囲のお酒にはなるよねっていう予測はできますけれども、もちろんそれをして今仕込んでないと10年後の酒がねバランスよく持てないですから、それを考えて今仕込んでるんですけども、でもそれは10年経ってみなければ本当にそうなるかどうかっていうのは誰にもわからないです。じゃあこう1回の蒸留のタイミングの時に仮に少ない単位で言うと5000リッターできました。でそれを500リッターの樽と225リッターの樽に移しました。それは樽を変えてとか置く場所を変えてっていういろんなところに持っていくっていうこともあったりするんですか？それはあるんですか？この1回のこの蒸留のやつに関しては同じ場所でっていう考え方じゃないっていう。ないです。間口がいっぱいあったりしたら、これはちょっと上の方に置きたい。例えばこれは下の方に置きたいか。っていう形でいろんなことでこう育ちがこういう風になっていくんだっていうことは、言ったら自分の経験の中で試してみるっていうような形。もう会社の中でそういう経験で、こういう酒をこういうところに置いといて何年経つとこういうお酒になるよねっていうのは実際にね事実として分かってますから、で今の在庫バランスを考えて、で10年後の在庫バランスを考えるときにここに入れてこういう樽を10年置いとけばいいよねとか、そういう考えで将来に備える。私の場合だと、ある日蒸留した一つのロット、貯蔵するときは貯蔵庫の上段中段下段と分散してくれと、いうことは逆に注文する。どういうふうに変わっていくか、上にだけ置いとくとかね、そうじゃなくて、やっぱりそれぞれそれはやっぱりそれが5年経って10年経つと全然違う性質が出てくる時もある。アルコール度数も含めて。そうなんですね。だから逆にこう分散しておくと、将来使いやすい。自分の子供を育ててるみたいな感じですよね。海外に行かした方が良かったとか、そんな感じで。今日もありがとうございます。